こんにちは、オズ D です。今回はネザーの2種のツタを自動で回収するツタ収穫装置の作り方のご紹介です。必要な材料はこちらになります。ブロックなどの素材は燃えるものを使用しないので、お好みの素材をご使用いただいても大丈夫です。しだれツタとねじれツタはそれぞれ最低1個あれば、あとは増えてからでも設置できるので大丈夫です。アイテム数には数え間違いなどもございますので、あくまでも目安として参考にしてくださいね。では作り方の方へ移りたいと思います。今回の装置は縦5マス×横4マスの範囲で作成します。まず最初に深さ2マスの穴を、横方向に2マス掘っておきます。背面左側には正面に接続するようにして、右側はホッパーに接続するようにしゃがみながら設置します。ホッパーの上部分にそれぞれブロックを設置します。今設置したブロックの前を2マス掘っておきます。その穴と手前のブロックにレールを設置して、ホッパー付きトロッコを設置して押し込んでいきます。一度レールは回収しておきます。反対側にも同じようにレールを設置して、ホッパー付きトロッコを押し込んでおきましょう。レールは回収しておきます。正面右側の穴を追加で1段掘って、その右側も深さ2段で掘っておきます。穴の中にラージチェストを設置します。この箇所には元のブロックで戻しておいて、チェスト左にはハーフブロックを設置しましょう。チェストの上の右側にはトラップドアを設置しておきます。トロッコがあるブロックの後ろにブロックを設置します。そのブロックの上にこの向きで、ピストンを2つ設置しておきます。ピストンの斜め前の両サイドに、それぞれ高さ2段でブロックを設置します。ピストンの上と両サイドのブロックの上に、それぞれ高さ3段でブロックを設置しましょう。背面側からここのブロックの上に、この向きでオブザーバーを2つ設置します。オブザーバーの上にそれぞれ、追加でブロックを3段設置しましょう。両サイドのブロックの上にも、それぞれ4段ブロックを積み上げておきます。真ん中のブロックの上にピストンを設置します。ピストンの上にブロックを1段設置しておきます。両サイドにもそれぞれ、ブロックを2段設置しておきます。一番上のブロックの上とその手前部分に、それぞれハーフブロックを設置しておきます。下に降りてこの2マスにねじれツタを設置します。正面側にガラスを設置しながら上に登って、ハーフの下にしだれツタを設置しましょう。設置ができたら残りのガラスと、横のガラスを積み上げておきましょう。ガラスの上にもハーフブロックを設置します。背面側に回りピストンの後ろにブロックを設置します。ブロックの上に仮ブロックを設置しましょう。仮ブロックの背面側と上部分に、それぞれガラスを設置しましょう。仮ブロックは不要なので壊しておいて、その箇所にレッドストーンダストを設置しましょう。ガラスの上にもそれぞれ、レッドストーンダストを設置しておきましょう。オブザーバーの背面にブロックを設置しましょう。ブロックの上にそれぞれトーチを設置します。トーチの上にブロックを設置しておきます。ブロックの上にトーチを設置しましょう。最後にピストンの後ろにブロックを設置します。これで装置自体は完成となります。あとは放置しているだけでツタが伸びて、オブザーバーの前に来たら刈り取られます。刈り取られたツタはこのチェストに溜まるので、この中から回収してあげましょう。いかがでしたでしょうか？今回はネザーのツタ2種を完全放置で、全自動で回収までしてくれる、2種のツタ収穫装置の作り方のご紹介でした。拡張なども自由に行うこともできますので、よかったら参考にして作ってみてくださいね。今回参考にさせていただきました方の動画は、
概要欄にリンクがあるのでぜひご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひともチャンネル登録と高評価もお願いします。また他にも色々な装置やトラップの動画もあるので、よかったら概要欄などからご覧になってくださいね。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。猫